ボイストレーナーのつるさんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、キスマイフット2チートワンカットムービーショー。こちらを見て歌声分析をしていきたいと思います。つるさんのボーカルルーム。キスさんの皆さん、リクエストありがとうございます。コメントの方でね、キスマイフット2のチートワンカットムービーショーが公開されたので、ぜひっていうことでね、コメントいただきまして、今回の歌声分析動画をですね、撮影しました。で、撮影前に気になりすぎてですね、さらっと一回見ちゃったんですよね。なので、リアクション的な部分では新鮮な感じが出ないかもしれないんですけど、でもね、本当にさらっとっていう感じなので、細かいところまでは見ていないので、それでも割と新鮮な感じのリアクションになってるかなっていうふうに思うんですよね。もうね、撮影はしちゃったんですけど。そして今回はですね、キスマイフット2のメンバー以外にも準メンバー的な感じの方が出てるじゃないですか。ちょっとね、その辺で僕はキャッキャキャッキャしてるシーンとかもあるんですけど、ご了承ください。そして今回歌声分析をしたわけですけれども、いや、キスマイフット2やっぱりすごいですね。個人的にですね、今回のチートキスマイフット2の歌声だったり個性がですね、大爆発してる楽曲なんじゃないかなっていうふうに思いました。本当に素晴らしいグループだっていうふうに再認識できる楽曲、それがチートだと僕は思います。そういった部分をですね、どこよりも丁寧に、そして細かくをテーマに歌声分析しておりますので、ぜひ動画の最後までお付き合いよろしくお願いします。そしてこの動画の概要欄にですね、キスマイフット2の楽曲で今まで公開した歌声分析動画をまとめた再生リストというものをですね、載せてあります URL ですね。今回の動画でつるさんのボーカルルームで公開したキスマイフット2の歌声分析動画を初めて見たよっていう方はですね、ぜひそちらのキスマイフット2再生リストの方からですね、他の動画もチェックしていただけたらなというふうに思いますので、合わせてそちらもよろしくお願いします。つるさんのボーカルルーム、こちらのチャンネルは私つるさんが現在気になっているアーティストの魅力をボイストレーナー目線で伝えるリアクション動画と歌声分析動画をメインで公開しているチャンネルです。今の話を聞いて気になった方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは早速キスマイフット2チート歌声分析 GO!お、ヒップホップ的な感じ。あら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 。あら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 。千賀くんと可愛い女の子でしたね。ごめんなさい。僕ね、色白の金髪の女性がですね、大好きでですね、今ね、ちょっとキュンとしちゃいましたね。ごめんなさい。キスマイフット2の動画なのに、違う人に目がいってしまって申し訳ないです。キスタンの皆さん。さあ、千賀くんの歌をですね、聴いていきたいと思います。いきますよ。おい！ラップなんですね。すごくこう歯切れの良さが際立っていますよね。そしてリズムがですね、こう規則性のある感じなので、すぐにこう雰囲気を覚えてしまうっていう親しみやすさがあるラップですよね。で、白い衣装が似合いますね、千賀くん。もう一回言ってみましょう。うい。かっこいいね。タカタタカタタカタタ。このリズムがずっと続くじゃないですか。すごく聴いていて気持ちがいいですよね。次いきますよ。こうずっと同じリズムが続いているのに全く飽きが来ないっていうのがすごいところだと思います。で、千賀くん特に変わった声質を使ってるかって言ったら全然そんなことなくて、口の中の口腔共鳴の響きがメインなんですよね。だから多分普段話してる声の出し方をそのまま使ってると思うんですけど、これが逆に同じリズム、同じ声の雰囲気が続いても飽きが来ないっていうところにつながってるのかなっていうふうに思います。なぜかっていうと、
この人の話し声飽きたなってことってないじゃないですか。千賀くんが持ってる一番魅力的な人間味のある声なので、絶対に飽きることがないんですよね。いや、素晴らしいですね。もう一回聞いてみましょうか。まあ強いて言うんだったら、子音がですね、少しだけ変わってるかな。タカタタカタタカタタ、チキチチキチとか T の発音になったりとか N の発音がメインのフレーズになったりとか、まあそういった変化はあるんですけど、次いきますよ。かわいい。ね。ごめんなさい。今回はちょっと許してください。僕もね、こう見えて男の子なのでやっぱり女性が出てくるとこうキュンキュンしちゃいますよね。しかも僕がすごく好きな雰囲気のね、女性なので、今回はね、ちょっと許していただけたらなっていうふうに思います。そう、次いきますよ。玉森くんは赤い衣装なんですね。なるほどね。赤がめちゃくちゃ似合いますね。なんかこうラテンの情熱的な雰囲気を持っている玉森くんみたいな、そんな感じですかね。なんか衣装的にバラの花をイメージしたのかなっていうふうに思っちゃったんですけど、どうなんだろう。もう一回見てみましょう。いや本当にワンカットなんですね。ずっとこうカメラの映像がこう途切れることがないっていうか、もう最初から最後までこう撮り続けてるってことですよね、ワンカットっていうことは。いや、こういったミュージックビデオも今までにないんじゃないですかね。次いきますよ。あ、なるほどね。急になるほどねとか言われてもわからないですよね。言葉をスキャットのように発音して歌ってるのか、なんか英語なのかなって思ったんですけど、ちょっとなんか聞き覚えのない言葉だなっていうふうに思って、それでよく聞いてみたらスキャットか。なるほどね。スキャットっていうのは言葉を使って楽器的な雰囲気を表現する方法をスキャットって言うんです。有名なスキャットだとシャバダバーとかドゥワーとか、こういうのがスキャットなんですけど、なるほどなるほど。合点がいきました。で、次なんか宮田くんはメロディーを歌いそうな雰囲気ありましたよね。行ってみましょうか。いいね。甘すぎる。めちゃくちゃ甘い声ですね。相変わらず宮田くんは。何度考えみたいな、こんな感じですね。鼻をいっぱい使ってるんですよね。鼻腔共鳴って言うんですけど、もう声の 50% ぐらいは鼻に入れてるんじゃないかなっていうぐらい鼻の音色が強いですね。もう一回聞いてみましょう。低い音になっても鼻の音色はキープするっていう感じの歌い方をしてます。次いきますよ。なるほどね。ここでディレイがかかってるわけだ。ディレイっていうのはこう山彦のように声が繰り返されることをディレイって言うんですけど、一般的なディレイっていうのは後の音になればなるほど音量が小さくなっていく山彦。みたいな感じなんですけど、この音の減少をなくした状態っていうのもディレイって呼びます。今の宮田くんのみたいな同じ音量でずっと繰り返される音質加工ですね。で、この後半部分は前半よりも強い声を使ってますよね。胸の胸腔共鳴の響きが強くなってる。そんな感じの声です。胸腔共鳴っていうのは声の太さだったり、あと使い方によっては声の厚みを出すっていう役割をしてくれたりします。もう一回聞いてみましょう。強いですよね。
うんうん。はあはあ。でもこれ言ってんのかな？はあ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 って多分ね、ディレイだと思うんですけど、ミュージックビデオを見る感じでは、一音一音全部歌ってるような感じですよね。あーあーの歌い出しからもう一回聞いてみますね。うん、ディレイですね。ディレイだね、これはね。なんでディレイだねって言ったかっていうと、多分ここまで息持たないと思うんですよね。普通にこう生物学的に考えると。そしてあと声の粒立ちが均一っていうところが、ディレイなんじゃないかなっていうふうに思ったんですけど、実際に宮田くんが歌っていたら宮田くんに本当に申し訳ないんですけどね。あくまでね、僕の推測なので、っていうことにしといてください。次いきますよ。お怖い。最後赤になって宮田くんが真顔になったっすね。もうびっくりしすぎて、なんか言葉遣いも変わってしまいましたけど。で、途中からディレイのポイントがですね、こう急に声の質感が近く聞こえたと思うんですけど、ここはですね、その前までかかっていた音質加工のリバーブっていうものがあります。リバーブっていうのは何かっていうと、お風呂場で、はって言った時みたいなこう残響成分。これをですね、レコーディングをした声にですね、人工的に使うんですよね。そうすることによって人工的に加工したんだけど自然な雰囲気を作るっていうね、ちょっと矛盾したような音質処理なんですけど、このリバーブを取り除くとですね、声の雰囲気が一気にこうグッて近づいたような雰囲気がするんですよ。今のポイントがですね、そのリバーブが取り除かれた音質加工のポイントです。もう一回聞いてみましょう。ほらほら。これびっくりしますね。宮田くんの急に真顔。この辺の演出も二階堂くんの演出ってことですかね。びっくりしましたけど、めちゃくちゃインパクトのあるポイントかなっていうふうにも思います。次いきますよ。ここは前半が藤ヶ谷さんで、後半が千賀くんってことか。チー、チー、チー、チー。これチート、チートって言ってんのかな？こう最初のチーのこの子音の強さ、めちゃくちゃ強く発音してますよね。今回のチートっていう楽曲、全体的に子音が強いですよね。で、宮田くんが歌ったメロディーのところは、そこまで子音を強く出さないっていう、こうラップのところとメロディーのところのギャップがね、ものすごくこう幅が広くて、すごく聞き応えがある感じが、めちゃくちゃかっこいいなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。ほら。かっこいいね。チートって言ってるところは、すごくこう前に出る強い声。で、その後のラップは少しこう優しい感じがして、この2フレーズだけ取ってもすごいこうギャップがありますよね。こうアップダウンがあるフレーズ変化っていうかね。いや、魅力がものすごく詰まってますよ。次いきますよ。後半は玉森くんと二階堂くんっていう順番ですね。玉森くんが割と強めな声を使って、二階堂くんは少しこうね、甘いような雰囲気。このね、声質変化もめちゃくちゃ魅力的かなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。ほらほら。玉森くんが口腔共鳴中心で前に出す感じの声の出し方で、二階堂くんがですね、鼻をいっぱい使ったような感じなんですよね。でも鼻だけじゃなくて胸の響きも同時に使うことによって、男らしいかっこよさの中に甘さをプラスしたような声を仕上げてます。次いきますよ。牢屋から脱出しましたよ。今女性が出てきたから反応するって思ったでしょ。ちょっとね、我慢しましたよ。さすがにね、そろそろキャッキャキャッキャ言ってんのもうざいかなと思って、ちょっとね、これからは我慢しますね。次いきますよ。
ここは電子的な質感に加工されたハモリが入ってますよね。チー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 に対してチー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 みたいな音が入ってると思うんですよ。ハモリを入れることによって雰囲気の変化を作り出しているポイントですね。もう一回聞いてみましょうか。ほらほら。今の一箇所だけだと思うんですけど、ハモリみたいなフレーズ入れてましたよね。こういった歌の雰囲気の作りも二階堂くんプロデュースってことかな。どうなんだろう。詳しいキスタンの方、コメントでね、また教えてください。次いきますよ。さすがだね。もうリズムの滑らかな進み具合がですね、最高に聴いていて気持ちいいですね。でもしっかりと子音も発音もしてるから躍動感もついてるし、めっちゃかっこいいですね。もう一回聴いてみましょう。すごいね。さすがだね。二階堂くんのラップね、めっちゃかっこいいですよね。次いきますよ。もうずっと聴いてられる。気持ちよすぎて。なんかいい意味で、声質がこう、なんか気だるい感じを表現してるじゃないですか。この声めちゃくちゃかっこいいですよね。次いきますよ。いいね。横尾くんの声が真ん中にあって、周りにこう、違う音域での、また横尾くんの声なのかな。こういうのをハモってはいないんですけど、ギャングコーラスって言うんですよね。なんかこう、大勢で歌ってるような雰囲気を作り上げてる声たち。声たちっていうかね。なんか一本のマイクを横尾くんが例えばマイクとの距離がこのぐらいだとすると、2メートルぐらい離れたところの後ろからこうね、何人かで同じフレーズを歌ったりするんですよね。そういうのをギャングコーラスって言います。なんかそういった雰囲気を作り上げてるポイントかなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。やっぱ横尾くんのこのね、人間味あふれる声質、最高にいいですよね。なかなかね、こう真似しようとしても真似できないすごく強い個性的な声質、めっちゃかっこいいですよね。次いきますよ。で、後半のフレーズは若干歌う音域を変えたのかな。なんか前半よりも低い音域でこう男らしいクールな雰囲気を表現したかなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。ほら。ストッピンストッピンストッピンみたいなここかっこいいですね。でやっぱり音域ちょっと下げてますよね。で音域を下げて胸の響きをプラスしたんですよ、横尾くんこのタイミングで。だからね、すごく凛々しい声に変化してますよね。超かっこいい。次いきますよ。いいね。この色気どうした藤ヶ谷さん、やばすぎません？で藤ヶ谷さんのこの色気満載の声どうやって作ってるかっていうと、胸と鼻がですね同じぐらいの割合で出しているんですよね。4対4ぐらいかな。で残りの2割を口に持ってきているっていう、なんかそういう感じの声かなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。かっこいいね。すごいかっこいいですね。そしてあの短期間でいつの間に上に登ったんだろうっていうね。やっぱワンカットとそういった楽しい見方もできますよね。いや素晴らしいですね。次いきますよ。高音がものすごくソフトですよね。ここでね、ミックスボイスっていう地声と裏声の中間の声を使ってるんですよね。裏声と地声の
中間の声でなおかつ後ろに声を引くっていう感じの声の出し方かな。声を後ろに引くイメージで歌うことによって柔らかい声を表現できるんですよね。もう一回聞いてみましょう。いいね。待てみたいなこのはってね吐く息がかっこいいですよね。次いきますよ。いいね。ちょっとリズムが入ってきてますよね。ドッドッドってほんとうっすら鳴ってるんですけど、このドッドって音がなんか心臓の鼓動みたいな感じでなんかこうドキドキしてきますね。もう一回聞いてみましょう。いいね。このドンドンって音と色気満載の藤ヶ谷さんの声がですねすごく合ってます。次いきますよ。いいね。あ、なるほどね。宮田くんの時はダダダだったんですけど、藤ヶ谷さんの時はこう長く伸ばしてるロングトーンで歌ってるんですけど、途中でこうレコードの針が飛んだようなプツプツプツっていう風な音が入るんですね。藤ヶ谷さんのロングトーンのとこから聞いていきましょうか。ほらほらほら。長いね。すごいですね、このロングトーン。声を聞いた感じ、結構息を使ったかっこいい声なんですけど、この声でここまで長いロングトーンを歌えるってすごいですよね。ものすごい肺活量だと思います。じゃあ続きいきますよ。あ、サビ。やっぱサビのこのフレーズすごく中毒性がありますよね。聞けば聞くほどかっこよく聞こえてくるっていうか、そんな気しません？めちゃくちゃかっこいいですよね。次いきますよ。なんかパリコレみたいな感じなのかな。一人ずつこうキスマイフット2のメンバーがこうね歩いてくるみたいな、なんかそんな感じの流れなのかな。映像の進み方もすごく楽しみですよね。先が気になるというか。次いきますよ。やっぱりこう一人ずつ来るっていうところは当たってましたけど、僕は普通に歩いてくるだけかと思ったんですけど、こう手の動きがありましたね。僕がもうものすごいダンス下手くそなんでね、なんかやると変になっちゃいますけど、次いきますよ。ごまかすようにね。ちょっとね胸元がはだけてる玉森くん、ドキッとしたでしょう。皆さん知ってますよ。次いきますよ。いいね。ちょっと襟を直す藤ヶ谷さん。もうなんかリアクションみたいな感じになってきちゃいましたね。ごめんなさい。なんかやっぱりキスマイフット2のミュージックビデオってすごくこうテンションが上がりますよね。もう楽しい気持ちになったり、かっこいいって思って気持ちのボルテージがこうね上がってきたりとか、なんかそういった魅力あると思うんですよ。僕今ねまさにそれがピークに達している状態です。次いきますよ。最後は手品みたいな。手品違うか。マジック、そうだ。そこでスパッと終わるんですね。ただあと12秒あるのでねうまく喋れなかったけど、最後まで見ますよ。何？女の子がウサギになったってことかな。女の子っていうか女性ね。女性もね白い衣装でしたもんね。白いウサギになったってことか。でも最後まで見る。
終わりね。なるほど、内容盛りだくさんでめちゃくちゃ楽しかったです。以上、Kiss-My-Foot2 チート歌声分析はここで終了です。さあ、チート歌声分析していきましたけれども、いや、キスタンのね、皆さんからのリクエストをいただいて、今回の歌声分析、この動画を公開することにしたんですけれども、キスタンの皆さんのね、おすすめはやっぱりね、間違いなくかっこいいですね。そしてね、今回の動画で僕の女性の好みがね、皆さんに知られてしまうっていうそういった一面もありましたけれども、その話はさておき、やっぱりね、Kiss-My-Foot2 の楽曲っていうのは個性がいい意味で強いですよね。そして中毒性があるから、聴けば聴くほどどの曲もやっぱり魅力が理解できるっていう分かりやすさもあるし、今回のチートも最初に聴いた時はちょっと難しい感じの曲なのかなっていうふうに思ったんですけれども、2番に差し掛かったあたりですごいもっと聴きたいっていう風な気持ちにもなりましたし、やっぱりそういうところが Kiss-My-Foot2 の最高な魅力なんじゃないかなっていうふうに思います。これからも Kiss-My-Foot2 全力で追っていきたいと思います。それでは今回の動画はここで終わりです。動画の内容を気に入ってくださった方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。では、ボイストレーナーのつるさんでした。